ハロー、ダジャハオ、皆さんこんにちは。ということでチャンネル豚さんの時間がやってまいりました。今から3ヶ月くらい前に豚さんが PC を作りましたね。CPU クーラーフーマ2のヒートシンクがでかすぎてケースの背面が破綻していました。今日は新しく取り付けた CPU ファンを中心に紹介していきましょう。CPU クーラーを交換するためにまずは分解していきます。ケーブルを外していきますが、どこに刺さっていたか忘れないように動画を撮っています。カラフルなやつはいつもわからなくなるのでマザーボードの説明書が必要ですね。マザーボードと電源を外すとこの通り PC ケースゴールデンフィールド N2S の内部です。豚さんの部屋はホコリっぽいんでしょうかね。ケースの中はとても汚いです。せっかくなのできれいにしておきましょう。汚ね。ケースから取り出したマザーボードです。ご覧の通り CPU クーラーのヒートパイプがマザーボードのバックパネルに干渉しています。そのせいでヒートシンク全体が若干傾いていますね。これがバックパネルのヒートシンクです。がっつりヒートパイプに押されていて基板側にダメージがいっていないか不安になります。スリムタイプのファンも虚しくメモリに干渉するので浮かせています。これが取り外したフーマ2です。バカでかいですね。今回インストールするのが ID クーリング SE224XT です。追い旗の PC 道楽さんがこのアイテムを紹介していますが、低価格で高性能、そしてコンパクトということで豚さんはすぐ購入。価格はフーマニーの半額程度でだいたい3000円しないくらいです。右側がサイズのフーマニー、雑に扱っていますね。そしてこれが ID クーリングの SE224XT です。上面は黒塗装で ID のマーク、安価ですが質感は悪くないですね。ヒートスプレッダーに面する部分はヒートパイプの断面がむき出しになっています。なんかちょっとかっこいい。これは付属の 120mm ファンです。しかしこんなにコンパクトで本当に冷えるんでしょうか。それではこれから CPU ファンを装着していきますが、ヒートシンク取り付け用のステーを固定、CPU グリスを塗る、ヒートシンクを付属のビスで固定、ファンを取り付けるという順番で行っていきます。クーラーを外した CPU の表面、ヒートスプレッダーについていたグリスは動画のようにしっかりと拭き取っておきましょう。順番が前後して豚さんはいきなりグリスを塗っていますね。綺麗に塗るのが難しいのでマスキングテープで養生しています。ちょっと塗りすぎですね。マザーボードの裏面です。これはガードパネルがついていて無駄にかっこいいです。
ステーの台座を差し込みます。ステーを固定するためにプラスチックのブッシュをピンに押し込みます。ステーを上からかぶせます。専用のナットでステーを固定。プラスマイナスどちらのドライバーでも回せます。マスキングテープを剥がします。グリースが変なところにつかないように気をつけます。ヒートシンクのシールも剥がし、ステーに固定します。装着するとこんな感じです。ミニ ITX のマザーボードなので CPU クーラーが巨大に見えますね。早速組み上げです。今回は CPU クーラー以外は何も交換していないので、組み上げてから動作検証します。もっとも分解も組み立てもそれほど手間にならないですね。このケース N2S は作業性がとてもいいです。やっぱりカラフルなスイッチケーブルの順番はわからなくなるんですね。説明書必須です。組み上がりました。フーマ2のファンを利用して2連にしていますが、メモリとも干渉せずきれいに収まっています。バックパネルとの干渉もなく隙間が空いています。ようやく背面が綺麗になりましたね。電源もケースファンもちゃんと収まってフラットです。ご覧の通りです。CPU ファンを交換したので実機での冷却性能に変わりがあるか見てみましょう。このマシンのスペックです。CPU Intel Core i7-11700K メモリ 32GB グラフィックカード RTX3060ストレージ SSD1TB NVMe TLC 難度で PCI Express 4接続ミドルローレンジといったところでしょうか。シネベンチ R23 を回した時の比較です。以前のフーマ2の時と比べると CPU 温度が結構下がっているようですね。
フーマ2は最大98度をマークしていますが、SE224 は最大84度となっています。室温はクーラーがあまり効いていない部屋で、だいたい26度くらいでした。これなら安心して使いそうですね。ちなみにスコアはマルチ14,320ポイント、シングル1545ポイントと交換後が多少良くなっていますが、誤差の範囲内でしょう。交換前もサーマルスロットリング等の性能劣化は起きていなかったと思います。さて CPU の冷却とは全く関係はないのですが、ついでにゲームもやってみましょう。RTX3060 では 4K はちょっと厳しい状況ですね。